ひょっとしたらテンダーロインにあるこの日本語のマッサージの字が地に点々になった独特の看板を見たことがある人もいるかと思います。実はこのマッサージ屋さん、男性客が行くと最後にロケットが打ち上がったり花火が上がったりしていたらしく、今年の1月にサンフランシスコ市によって閉鎖されてしまいました。今は看板も外されている状態になっています。今日は美しいサンフランシスコの中で最も危ない地区として必要以上に大騒ぎされたテンダーロイン地区を実際に住んでいる住民として今現在の本当の姿をお見せいたします。危ない地区といっても全てが危ないわけではなく、危ないところは赤い部分のように点々としています。同じテンダーロイン内でもそれ以外の通りではこんな感じで普通に歩けたりするんですけれども、ニュースや動画では平凡すぎてカットされてしまいます。でもこれが現実なので皆さんにもお見せしておきます。それでは安全なヒルトンホテルの真横にあるこの赤いエリアをちょっと歩いてみたいと思います。最近住民の人たちの間で出ている苦情の中に、ホームレスの人々がバス停を占拠してしまってお年寄りや体の不自由な人々が椅子に座れないというのがあります。ここの赤い屋根のバス停もその一例です。サンフランシスコにはだいたい36個の地区がありますけれども、治安が悪い地区といえばその中の5つか6つぐらいではないでしょうか。テンダーロインもその一つになります。サンフランシスコはアメリカで最も社会格差、貧しい人と裕福な人との差がはっきりわかる場所ではないかなと思います。約8000人のホームレスの人たちが市内に住んでいますが、それ以上の数の億万長者がこの10キロ四方の狭い土地に暮らしています。テンダーロインにはシングルルームオキュパンシー、略して SRO と呼ばれる、日本で言ったらウィークリーマンションのような長期で借りられる住居ホテルっていう感じの建物がたくさん集まっていて、サンフランシスコは世界で最も SRO の建物が多い都市になっています。テンダーロインはアメリカ西部で最も人口密度が高い地区で、この狭いエリアに3万人の人々が住んでいます。ここ抜けるとヒルトンでございます。さて、歩道に座っている人たちを見たらみんなホームレスの人たちのように見えるんですけれども、実はそうでない場合もあります。例えば左側の5人組は住む部屋はあるんですけれども、こうやって太陽の光を浴びたりタバコを吸いに外に出ています。普通路上で過ごしているホームレスの人々は自分たちの横に自分たちの荷物を置いています。こちらの向かい側がグライドメモリアルチャーチって言って、ホームレスの人たちに夜寝る場所を与えてあげたりとか、ただの食事を与えてあげる場所になります。とってもいい団体です。ここでは無条件で誰でも食事をすることができます。で、実はこの教会、映画の幸せの力にも出てきた場所になります。お父さんと子供が寝る場所を探しに教会の列に並んでるシーンで出てきます。こんな風に散髪もタダでやってくれるみたいですね。ここはすごいな。2年ぐらい前まではテントがずらーっと並んだ映像が動画やニュースに出てきたんですけれども、サンフランシスコ市がホームレスの人々のテントを撤去し始めてからテントを見ることはほとんどなくなりました。ただ、テントがなくなってもホームレスの人たちの数が急激に減るというわけにはいかず、テントなしで寝ていたり、自分で工夫してテントの代わりになるようなものを作っている人たちもいます。また歩道でお薬をやっている人たちの逮捕も強化され、5月4日にリセットセンターという場所がオープンしてからは、警察の人たちがどんどんと逮捕するようになりました。ここのコーナーストアというお店は実は違法なお薬をこっそり売っていたということで、今年の5月に閉鎖になりました。
またこの TL マーケット&デリというところもお店のような感じだったけれども、実は後ろに7台のスロットマシーンがあったり拳銃が見つかったりして注意を受けています。テンダーロインの警察署の人々は自分たちの町内会の会合にも顔を出してくれて、テンダーロインをより良くしようということで努力してくれています。この地区には約3000人の子どもたちが住んでいて、このような公園も作ってあります。あまり知られていないことですが、1969年にこの地区に世界級のレコーディングスタジオができました。今はハイドストリートスタジオと呼ばれていますが、昔はウォーリー・ハイダースタジオと呼ばれていました。今でもミュージシャンたちに愛されている録音スタジオで、ここで録音したミュージシャンはグレートフル・デッド、ジェファーソン・エアプレイン、カニエ・ウェスト、サンタナ、ワン・リパブリック、ウィリー・ネルソン、ケイク、グリーンデー、そしてサンフランシスコ生まれのバンドトレインではないでしょうか。ここで録音された一番知られた曲はクリーデンス・クリアウォーター・リバイバルの Have You Ever Seen the Rain、 日本語では雨を見たかいだと思います。またその反対側には建物は残っていませんが、昔この角にブラックホークというナイトクラブがあって、ジャズのライブをやっていたところです。ジャズトランペットで有名なマイルス・デイビスやチェット・ベイカー、それからビリー・ホリデーも来ていました。テンダーロイン地区は普通は悪いことでしか取り上げられないんですけれども、実はこんな風に歴史も深いんです。このキャデラックホテルというのも SRO の一つで、 SRO の建物には主に独身やカップル向けの部屋で、部屋の中には台所はなくて、トイレやシャワー、台所などが共同というパターンが多いです。で、テンダーロインで3番目に古いこの建物の中には、昔ニューマンズジムと呼ばれるボクシングジムがあって、モハメド・アリやジョージ・フォーマンなどがトレーニングをした場所です。一番最初はホテルのダイニングルームとして作られたところがジムになりました。同じ建物の1階にはテンダーロイン博物館があり、テンダーロインについてたくさんのことを学べます。テンダーロインという名前はニューヨークの警察署長が配属された地区の売春宿から賄賂を受け取って金儲けをして、牛肉の一番高いところを食べれるようになったというところから名付けられた地区で、アメリカにたくさんあったのですが、このサンフランシスコのテンダーロインが今残っているものでは一番最後になりました。テンダーロイン博物館の向かいには、テンダーロインのジャズの歴史を受け継ぐようにブラックキャットというジャズクラブがあります。横断歩道もトランスジェンダーの旗の色になってます。実はこの地区はカストロ地区が LGBTQ の地区になる前に市内の LGBTQ の地区として知られていました。この建物が昔コンプトンズカフェテリアというカフェテリアがあった場所になります。ここにはトランスジェンダーの人々がよく集まっていたのですが、当時警察官たちに暴力を振るわれたり逮捕されていました。1966年に警察からの嫌がらせが頂点に達した時にブチギレて暴動が起きた場所です。この暴動はアメリカで LGBTQ の人々が差別に対して初めて立ち上がった出来事でした。今はテンダーロインの住人たちが自分たちで作った町内会みたいな組織もいくつかできていて、テンダーロイン地区をより住みやすい場所にしようと努力しています。自分もごくたまになんですけれども、テンダーロイン地区の清掃のボランティアもやっています。必要な道具はすべて貸してくれるので、気軽にボランティアに出かけることができます。
ホームレスの人々の横に落ちているゴミは必ずホームレスの人たちに尋ねてから拾わないといけないようになってます。自分がゴミだと思っていても、ホームレスの人たちにとっては必要なものだったりするからです。違法なお薬を蒸発させた後のアルミフォイルも目立ちます。たった1時間のボランティアですけれども、自分が住む地区をきれいにすると自分の気持ちもすっきりしますね。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。